ガレージに来ました。車関係の冬装備、こちらになります。まずはスノーワイパーですね。そしてこれ、放射液、マイナス30度まで凍りません。こちらはフロントガラスが凍った時に開氷するスプレーです。こちらはジャンプスターター、牽引ロープ、輪止め。これはチェーンになります。で、スタッドレスタイヤ履いていたらチェーンいらないんじゃないかなと思うんですけど、もう周りにですね、2年に1回とか1年に1回ですね、高速道路でチェーン規制の時があります。その時はスタッドレスタイヤでは走行できません。チェーンが必要になります。こっち側は雪関係です。スノーブラシにスコップ、念のためスタックした時用の脱出アイテム。で、今年はクマがよく出ました。ね、まだ冬眠してないクマいてますんで、一応クマ鈴とクマスプレーです。こちらが身につける装備なんですけど、これがですね、北陸の雪独特なんで、それに合わせた装備に変更しました。まずはカッパですね。そして帽子。手袋は自分大体2つか3つ持っていきます。というのも、北陸の雪溶けるんですよね。で、防水性がない手袋でしたらかなり冷えます。なので防水性のある手袋と、あと万が一中に水が入ってきて冷たくなってきてもいけるように替えを持っていってます。次、スノーブーツなんですけど、これが去年一昨年と痛い目見ました。普通こういったスノーブーツ、北海道とかもよく売ってるやつなんですけど、これ意外と水入ってくるんですよね。なのでこういった完全にも水が入らないスノーブーツが必要になってきます。北海道とかだったら雪が溶けないんで、こういった撥水性ある靴だけで大丈夫なんですけど、北陸はもう濡れちゃうんで、防水性が重要になってきます。で、その濡れた水っていうのがまた氷点下で凍ったりするので厄介です。はい、冬の準備完了しました。これでいつ雪降っても大丈夫です。今、長野県の一番北にあるコンビニにいます。もうすぐ新潟県というところです。今回ここ長野県からさらに北に向かい、北陸北信越冬の車中生活予定です。今日の夜から雪降る可能性あります。交通規制も考えてコンビニで食料を買って備えます。なんかね、すごい山の中にあるコンビニなんですけど、さっきからひっきりなしに車が止まって人が行き来しています。コンビニが地元集落のスーパーのような代わりになっているのかもしれません。ここのコンビニ、上がマンションやハイツのような住宅になっています。どんな仕事してどんな生活されているのか気になりますね。さあ、それでは出発します。
いただきます。このキャンドルウォーマー、消費電力なんですけど、だいたい30ワットぐらいでした。これで明るさも調整できます。これ仕組みなんですけど、電球の熱でこのアロマが溶けて燃焼したようにアロマの香りが広がります。火を使わないんでかなり安全です。キャンピングカー向きですね。ただこれこぼしちゃうと大変なことになりますんで、お子さんのいる家庭ではこのキャンドルウォーマーは使わない方がいいかもしれません。ここの道の駅、前から来たかった道の駅で旅の序盤に来れてよかったです。一旦お風呂入ってきます。コップは食洗機で洗います。夕食食べてから他の食器と一緒に洗います。それではこのお風呂セット持っていきます。なんかちょっと気になることがありました。先ほどのコンビニで視聴者様とお会いしてここの温泉の話したんですけど、なんか冬やってないとおっしゃってました。ちょっと嫌な予感します。一旦見に行ってみます。うわ、真っ暗。あれ、これもう終わってますね。完全にライト消すと真っ暗です。雨から雪に変わってきてます。これは明日の朝積もってそうです。ちょっとクマスプレー一応持ってきたんですけど、これはかなり怖いですね。横山なんでいつ出てきてもおかしくない状態です。これはホラーすぎますね。ちょっと怖いんですけど行ってみます。ああ、やっぱり終わっちゃってます。いや、まさかこんなに真っ暗な道の駅と思ってませんでした。向こうの方がトイレあるんで街灯あるんですけど、自分が止めた方はもう街灯ありません。あ、これより先は21時以降駐車ダメなようです。こっち側は夜駐車ダメなんですね。どうしましょうか。いや、結構怖かったですね。こっちが街灯全然ないんで、やっぱり野生動物が怖いですよね。ちょっとテンション下がっちゃいました。そして今から峠道走るのも怖いんで、もう今日はこの道の駅で車中泊して明日の朝出発します。なんかお風呂入れなかったショックより怖さの方が勝ってしまいました。で、このマルチルームでミストサウナを浴びてみます。では車だけ移動させておきますね。あ、車のライトがあると結構雪が降っているのがわかります。ただまだ地面は積もってないですね。じゃあこっちの街灯ある方にしておきます。やっぱり街灯あるって安心しますね。何台か他の車も休憩されてますんで、今日はここで車中泊します。トイレは結構離れてますんで、今日はもう車内のトイレ使います。こう街灯の方を見上げるとだんだん雪に変わってきてるのがよくわかります。すごい幻想的になってきました。地面はまだ積もってないですね。濡れてる状態です。こちら側の道路は車よく通りますんで比較的安心です。
さあそれでは次はミストサウナ入ってみます。まずは温水ボイラーでお湯を作っていきます。それではカセットガスの元栓を開けて、このキャンピングカーについているガスのスイッチも押します。で最後にここに LP ガスとカセットガスどちらを使うか選択できます。で LP ガスは現在外にありますガソリンタンクの横にあります。でカセットガスは車内です。で今回カセットガス使用しますので、こちらをオンにします。これでガス使えます。あとは温水ボイラーのスイッチを押します。ガスの警報器もつけておきます。お水は現在40リッターあります。今回購入したシャワーヘッド、こちらがミスト出ます。で塩素も除去してくれるそうなんで、例えば水のタンク内にピューラックスなどの塩素を入れてる場合も塩素浴びずにシャワー浴びれるのでかなりいいですね。じゃあ一回つけてみます。このサードシートの下に生活用水タンクが入ってるんですけど、この中にですねオゾンファインバブルの装置入れました。ここのスイッチを押すとオゾンが充満されます。すごい微量なオゾンで人体には影響ないそうです。そしてファインバブルと組み合わせることによってボディーソープなどなしでも汗を洗い流せるということなんで、今回ボディーソープなしで浴びてみます。まずはこのシャワーヘッド取り付けれるか試してみます。いけますね。もう変換なしでそのまま入りました。次はミスト出るかやってみます。細かいミストが出ています。これはいいですね。でこれ手元でスイッチあります。これを押すと水止まるんですけど、モーター音がねずっと回ってるんであんまり良くないかもしれないですね。これどうなんでしょうか。一応今回このスイッチは使わずにいきます。いや気持ちよかったです。やっぱりボディーソープなど使った方が爽快感はあるんですけど、多分汗とかは流せていると思いますんで問題ないかなと思います。キャンピングカー内でミストサウナ初めて浴びたんですけど結構良かったですよ。いつもより温度を高めにしてミスト浴びてました。で近かったらですね結構シャワーっぽいっていうんですかね、なんか水がかかってる感じなんですけど、離れると本当に霧のような感じでミストサウナでした。ただこのシャワーとの距離がそんなにやっぱ取れないんで、もうこれ狭いマルチルームなんで仕方ないんですけど、もうちょっと広かったらミストを全身に浴びれそうです。でも温度が高いミストだったんでしっかり体温まりました。結構水使っちゃったかもしれません。で今こんな感じでエフヒーターで乾かしてます。もうこのまましばらく放置しておきます。もうすぐしたら乾いてトイレも使えると思います。長めにミストを浴びてしまったんで水かなり使っちゃいました。今25リッターのとこなんで40リッターから約15リッター水使いました。いつもだいたい10いかないぐらいです。後で食洗機でお水結構使えますんで、このろ過装置作動させて汚水タンクの水をろ過してきれいにしてもらって生活用水タンクを増やしたいと思います。いやーしかし FF ヒーターつけてるとすごい乾燥するんで、もうこれドライヤー使わなくても自分髪の毛乾いてきました。現在の湿度は 45% です。加湿器炊いておきます。結構降ってきましたね。
リアルの雪とテレビの雪両方堪能できました。ちなみに向こうの方に1台だけ車止まってるんですけど、それは道の駅小谷の車です。なので今は誰も乗っていません。もし人乗っていてこちら側見たらびっくりするでしょうね。めちゃくちゃ変なやつと思われそうです。今日はここであったかいもいただきます。コンビニでこのパックのおでん売ってました。で、あとこういったインスタントのどん兵衛ですね。うどんあります。あとはこういっただし巻き卵やかまぼこ、カニカマ、ウインナーなども入れてみます。そして唐揚げ粉少し余ってますんで、こちらも入れてみます。おでんとどん兵衛なんで、おどん兵衛いただきます。それではこの熱々のままどん兵衛のこのカップでいただきます。からしも塗ります。それではいただきます。ごちそうさまでした。汁が全然残りませんでした。やっぱりどん兵衛の麺とお揚げさんが結構吸ったんですかね。少量なんでもうこのキッチンペーパーに吸わしてゴミで捨てます。今回使ったこの正方形のフライパンなんですけど、食洗機に入るできるだけ一番大きいサイズのフライパンです。でこちらなんですけど、IH ヒーターから少しはみ出ます。でこれフラットに作ってやったんで、ちょっと鍋がこの木に当たるんですよね。なのでこういった木の端材ですね、ここにかましてちょっと上げています。これでちょっと大きいフライパンとかでもはみ出てもこの木に当たらないようになりました。ちょっと手間なんですけど、しばらくこれで様子見ます。あと IH ヒーターのこの埋め込んでるところですね、ここの下少しくり抜いて空気が入るようにしました。この横からも空気入ってたんですけど、さらに下からも入るようになりました。で排熱の方は反対側こっちから出ます。でここはもう完全に開いてますんで、排熱は問題ないと思います。長時間使っていると高熱になってこの IH ヒーターよく止まります。 H って出ます。でも今日やってみて H になるのが少し減りました。効果があったかもしれません。こちらもしばらく様子見ます。はい、じゃああとは洗剤入れてスピードモード約29分で洗います。食洗機でお水約 3.2 リッター使用しました。なので現在20リッターちょっとでもう結構なくなってきましたんで、ろ過装置使います。ろ過装置はこのコンセントに挿して使用します。これで食洗機を洗ったお水ですね。
汚いお水もろ過してまたきれいなお水になって使用できます。はい、きれいになりました。今回ゴミのシステムなんですけど、このちっちゃいゴミ袋にまずは溜めていって、でいっぱいになったらこの大きいゴミ箱に移動しています。今回野生動物クマとか出る可能性ありますんで、もう外部のゴミ箱収納には置かずに車内で完結してます。でどうしてもこれただのビニール袋なんで匂いがします。なので生ゴミなど匂いしそうな時はこういった防臭袋、これ全く匂いしませんので、こういったものを入れて、でこっち側に入れています。で缶瓶はここに入れています。で今回もう1種類ですね。これラップボンサニー用のトイレ用のゴミ箱です。これかなり良かったんですけど、今ちょっと検証してますんで、もうちょっと確かめてから紹介したいと思います。もうしばらく食洗機とろ過装置時間かかりますんで、こちらでテレビと景色堪能しながらゆっくり過ごします。で食洗機とろ過装置終わったら歯磨きして寝る準備していきます。はい、これで寝る準備完了しました。ちょうど食洗機も洗い終わって今乾燥になっています。ろ過装置も動き止まっています。もうろ過完了しますね。42、3リッターですかね。最初に戻っています。じゃあ電気暗くしてこのランタンの光でゆっくり眠ります。こちらにリモコンがあります。2時間、4時間、8時間と選べます。これで自動で切れます。今回2時間にしておきます。かなりあったかいです。この電気毛布の上に毛布を置いて、その上に乗ってるんであんまりぬくさ感じないかなと思ったんですけど、結構いい感じであったかいです。40ワット消費ということで、8時間とか寝ちゃうと結構な消費電力になります。でもこのキャンピングカーは 972A と約 1000Ah 近くリチウムバッテリー搭載してますんで、気にせず使えます。しかも冬は電気が余っちゃうんで、もう使いたい放題の無双状態になります。天気予報のアプリ見てたんですけど、ここ朝方マイナス4度からマイナス2度ぐらいになるそうです。朝方はかなり寒くなりますんで、もうシェード閉めておきます。やっぱりいいですね。なんか LED ではなくて本物のランプ、ハロゲンランプついてますんで、明るくて、そしてとても柔らかい光です。消費電力は高いデメリットあるんですけど、こういった空間では雰囲気がめちゃくちゃ良くなりますね。これはぐっすり眠れそうです。明日どんな景色なんでしょうか。それではおやすみなさい。
いやー、気持ちいい朝です。今高速道路の情報を見ていたら、すぐ近くですね、上信越道が冬タイヤ規制になっていました。日中は気温が上がりますんで解除されると思います。で、ここの道路がですね、結構ずっと直線でトラックの人がすごいスピードを出すんですよね。なんかもうジェット機のようにブイーンって感じで走っていました。で、深夜も走っていましたんで、遮音性のない車だったら結構車中泊はここしんどいかもしれません。それではパパッと朝ごはんいただきます。今日はこの電気鍋使います。昨日コンビニで購入したこの電子で温めるだけの鮭とレトルトパックのご飯があります。こちらで疑似炊き込みご飯作ってみます。いただきます。ごちそうさまでした。それではまた食洗機に突っ込んで、もう洗ってる間に走行して次の場所に向かいます。いやー、しかしこの電気鍋ショックですね。やっぱり Amazon で買ったこういう全然知らないメーカーの製品とかってすぐ壊れますね。ここからまっすぐ走っていくともうすぐ新潟になります。で、これからですね、さらに北の方を目指していきます。そして昨日ですね、視聴者様にお会いして話聞いた時に、この辺やっぱり温泉が多いみたいで、なんか人が多いらしいです。山の中のもう絶景の露天風呂や無人の温泉もあるみたいですが、さすがにちょっと山の中は熊が出ますんで、もうこの近く、この道路まっすぐ行ったところに集落があって、そこに姫川温泉という知る人ぞ知るという温泉があるようなんで寄りたいと思います。この道の駅の駐車場のすぐ横なんですけど、ここかなり急な坂になっていって、で民家が何個かあるんですよね。真冬はかなり雪深くなる地域なんですけど、ここ車で上がるの結構しんどいですよね。さすが地元の方です。一元さんは絶対に登れないと思います。もう道の駅空いてるかもしれませんので、空いていたら何かお土産買っていきます。あれ、本日休館日、まだ営業されてないんじゃなくて今日休館日なんですね。やってないです。ここのコーヒー美味しいんで飲みたかったんですけど、もう先を急ぎます。
まさに秘湯という感じの温泉でした。絶景はもちろんなんですが、温室が最高でした。宇宙一つだけと広くはないんですが、源泉かけ流しですごい高温でした。42度なんですけど、トロトロの温泉なんで全然熱く感じなく、肌触りもよく入ることができました。もう体ポカポカです。暑いのが苦手な方用に水も出るようになってました。お風呂の端っこ側、源泉が離れているところは水を足してぬるくする感じでした。ここの椅子の横なんですけど、ペットボトル3つちょうど入りました。なんでバンドで止めています。あと今回車関係でいろいろ持ってきています。これかなり良かったです。電動空気入れなんですけど、カムロードでも問題なく入りました。これも設定したら自動でウィーンって入ってくれます。何回か使ったんですけどね、ちゃんと入ってくれました。かなりいいです。というのもですね、気温が下がってくると空気圧が下がってきます。あと長い旅中だったら空気圧が変化することよくあるんですよね。その時にすぐ対応できるように持ってきました。そしてこれは去年の冬の時も大活躍したんですけど、洗車用の高圧洗浄機です。ここに水入れたらジャーって高圧の水が出ます。この時期高速道路など乗るともう塩カルがびっしり巻かれてます。塩なんですけど、それが車体下つくとかなり錆びてきますんで、もう早めに洗い流そうと思います。またこの辺は明日以降使用すると思います。今回の旅1日目終わって感じたことなんですけど、この改良した IH テーブルですね。こちらやっぱりちょっと手間だなと思いました。で、ここに AC コンセントが出てますんで、あんまり上上げれないんですよね。パツパツです。結構指入れるのも狭いんで、上に上げるのが手間に感じました。これはまたちょっと使いながらいろいろ考えていきたいですね。あと誤算だったのが、この小型の加湿器なんですけど、これ炊いてる時ですね、周辺がもうべちゃべちゃになってました。この辺テーブルがもうめっちゃ濡れてました。上も濡れてますし、でその上ですね、あんまり湿度が上がっていなかったんで微妙かもしれません。ちょっともうちょっと試しながら使ってみます。もしかしたらもうタオルを濡らして干す方がいいかもしれません。その他は1年かけてちょこちょこ DIY してきたんで、使い勝手は良かったです。特に最近この施工してもらったトイレ収納ですね。これはほんと使いやすいです。これでシャワーはいつでも気軽に浴びれるようになりました。この大型ゴミ箱もすごい使い勝手良かったです。設置して良かったです。去年の冬はなかったこのろ過掃除ですね。今年の冬は大活躍してくれそうです。北海道だったら使えないと思いますが、本州だったら使えます。今から進むところは気温も下がり、気候も荒れやすい日本海側なので、厳しい車尺になりそうです。ラテン語で大きな溝という意味のフォッサマグナのオブジェがあります。説明があります。ここが東西日本の境界だ。この新潟から静岡県まで断層があるようです。あそこ見えてるとこなんですけど、あそこに断層が見られる場所があるそうです。長野県の山岳地帯を越えて間もなく海に到着します。まっすぐ行って海まで突き当たると右と左に分かれてます。左側が富山県方面、右側が新潟方面です。まっすぐ行った海にある町、新潟県糸魚川市、そしてすぐ右にある新潟県上越市は気になっていた町です。山があり、海があり、そして無料の駐車場もたくさんあります。新たな車中泊スポットを開拓します。ジル520冬タイヤに交換してもう100キロぐらい走ったんで、一度タイヤの増し締めしておきます。カムロードは135ニュートンですね。
全部のナット増し締めしましたが、2箇所だけちょっと緩んでいる場所がありました。これで冬の旅も安心です。このデジタルのトルクレンチすごい便利ですね。はい、糸魚川観光物産センターというのがありましたんで、ここでご当地の食材見てみます。うわ、すごい。これ翡翠こんなに大きいんですね。近くの姫川さんの翡翠です。これが原石なんですね。なんかもうこの辺とかは磨かなくてもツルツルしています。はい、近くにですね、この辺にしかないローカルスーパーがあるようなんで、ちょっと行ってみますね。はい、これで食材はバッチリです。それでは車中泊スポットに向かいます。といってもまだ車中泊スポットは決まってません。この糸魚川市のこの辺ですね、海側のこの町の方は道の駅がないようです。こういう時は車中泊で検索します。そうすると Google の口コミで車中泊した方のレビューが載っています。すぐ近くの海に無料の駐車場がありました。ここ行ってみます。ちょっと自己責任になっちゃうんですけど、とりあえず行ってみて治安確かめます。はい、到着しました。結構ね、海が近いんでゴーっていう海の音が聞こえています。風は今日はそんな強くないですね。こっち側はもう街灯ついてないですね。で、奥に公衆トイレがありますが、ちょっと自分一人では夜中入れない感じのトイレです。ここの海は翡翠海岸といってかなり綺麗で、翡翠が取れる海岸なんですけど、なんか誰もいません。こんなに広い駐車場なんですけど誰もいません。何かちょっと不気味ですよね。こんなにいいスポットなんですけど誰もいないのは気になります。自分ビビりなんで、もうちょっと車のいるところに移動します。やっぱりね、長いこと車中泊してると何か感じるんですよね。誰もいないということはそれなりに何かある場所なんじゃないかなと、過去に何かあったのかなとか考えてしまいます。だから地元の人は来ないんじゃないかなとか。はい、すぐ近くの
車通りのある駐車場に来ました。ここもすごい海近いんで、明日の朝早く起きて海岸線先のところに行ってみます。ここのトイレはすごい明るくて綺麗そうですね。ここに来る途中も2つぐらい海岸線に駐車場がありました。糸魚川市すごい駐車場多いですね。ほんの少しリアが下がっていましたんでレベラー入れました。それでは車中泊のセッティングしていきます。やっぱり初めて行く車中泊スポットは昼間太陽が出てるうちに行かないとダメですね。絶景の場所ほど夜は人がいなくなって暗くなり怖くなります。先ほど行った海岸は本来はすごい綺麗なんで、明日の朝翡翠探しに行ってみます。今日はランタンの代わりにこのアイロンストーブつけてみます。サイズ的にちょうどこの IH ヒーターですね。ここのくぼみに入ります。ここに入れ替えて今日使ってみます。いや、体も心もすごい温まります。めっちゃ美味しいです。タイム測ってたんですけど、7分40秒でお湯沸きました。水の量はだいたい 300ml ぐらいです。火力一番ちっちゃいんで、強くすればもっと早く沸くと思います。これ見てもらったらわかるんですけど、2個なんですよね。普通はアイロンストーブって1個なんですけど、2個あるんで火力も強力です。もう料理に使えるレベルの火力あります。今日はこのダブルアイロンストーブで、ここでちまちま焼いたり鍋したりと冬の車中泊を楽しみます。
で、暖房としてのアイロンストーブなんですけど、こっから上がね、すっごいあったかいですね。で、こっから下はちょっと温度差があるような感じです。やっぱりこの上からですね、熱が出てますんで、横はあんまり出てません。なので上の方に溜まっていますんで、サーキュレーターみたいな感じで風を回せば部屋全体があったかくなるかなと思います。弱暖房として使えるかなという感じですね。やっぱりこの見た目と簡単な料理もできる火力、趣味性が高いんですが、キャンピングカー内で過ごすにはもってこいのアイテムですね。車内の温度なんですけど、最初15度ぐらいだったんで 3.4 度上がってますね。もっと寒い日にこの断熱のあるキャブコンでどのぐらい温度保てるのか試してみたいですね。ちょっとせっかくなんで、このアイロンストーブの上網置いて、このあんこ餅ですね、お餅焼いてみます。映画見ながら、この癒しの炎を見ながら、ゆっくりくつろぐことができました。ホタルイカ炙り食べたらビール飲みたくなりますね。一旦マルチルームでミストサウナ浴びてからノンアルコールビールいただきます。この鍋も持ってきました。このアイロンストーブの上で湯豆腐したいんです。こんなわがまま仕様のキャンピングカーないですよね。おっさんの楽園です。とりあえず温水ボイラーでお水温めます。はい、カセットガスの線を開けて、そして温水ボイラーのスイッチを押します。じゃあ一旦トイレを収納します。で、マルチルーム内温めたいんで FF ヒーターつけます。ミストサウナ浴びてる間、火見とけないんで一旦切っておきます。準備整いました。マルチルーム内もすごいあったかいです。はい、じゃああとはシャワーカーテンほどいて、水が飛び散らないようにします。さあ、それではお楽しみの湯豆腐いただきます。これ、鉄の鍋じゃなくてアルミの鍋なんですけど、この中にもうお風呂入る前に昆布入れておきました。水に浸しています。はい、じゃあこの上に乗せていきます。ちょっと不安定なんで網乗せておきます。
これでオイルになるまで少し待っておきます。地元の食材を中心に買ってきました。この豆腐は糸魚川の豆腐です。でこちらですね、なんか食べれるようなんで柿の素、これも湯豆腐の中に入れてみます。あとは鶏肉とかえのきとか一旦湯豆腐楽しんでからその後いただきます。いや、もうこれだけで十分なんですよね。めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。ごちそうさまでした。体も温まってお腹もいっぱいになったんで少し眠くなってきました。いつでも眠れるように片付けてベッド展開しておきます。
や、いいですね。アイロンストーブでこんなにあったかくなると思いませんでした。寝るときはもうこのアイロンストーブ切ります。で、今日のこの辺の朝の最低気温は5度なんで、一番下に電気毛布敷いてます。その上に毛布、そして自分入って布団って感じです。この炎ゆらゆらしてるとこ見ていたらすごい眠たくなってきます。こうやって暗くしたらさらに雰囲気が良くなりました。このアイロンストーブ結構オイル入りますんで、長時間燃焼できるようです。明日の朝この近くの海楽しみです。翡翠やったらいいんですけどね、美味しい朝ごはんが食べれそうです。この糸魚川市街地初めて旅で来ました。こんなにも車中泊に向いている街だったんですね。今まで高速で何回も上は通ったことあるんですけど、こうやって長時間滞在すると魅力的で唯一無二な街っていうのがよくわかりました。明日はここから隣の上越市に行きますんで、またそこでも車中泊スポット開拓して美味しい地元のも食べたいと思います。今日は風も弱く、すごい穏やかな海が目の前に広がっています。糸魚川市の車があるんですけど、これ見てください。熊注意のステッカー貼って走行されてます。かなり迫力があって、本当に山の方は出るんだなという強い危機感を覚えます。これいいですね。全国の熊が出てる市町村でも車にこんなステッカー貼ってほしいです。やっぱり熊が出る地域でも庭の有印物、柿の実とか果物とかですね、そういうものが全然伐採や取らないで放置してる家が結構多いんですよね。こういった注意喚起はぜひ SNS やネットを見ない世代にも届けてほしいですね。ここの海岸のすぐ横に炊事場があります。なんかバーベキューできるようになってますね。水を洗う場所もあります。あ、出ます。でこっちから来ると海岸です。うわ、めっちゃ綺麗ですね。ここの海岸はなんか石が少なめですね。もう一個横の海岸行ったことあるんですけど、そこは結構もうこういった砂利が多かったんで翡翠がなんかありそうな感じでしたが、ここは少なそうな感じもします。正直素人にはもうこれが翡翠と言われたらそう見えますし、分かんないですよね。
なんかこれそれっぽいですよね。綺麗です。一応持って行ってきます。一旦お腹空いたんで、とりあえず車内で朝食いただきます。意外とアイロンストーブ火力強いですね。パンはよく見てないとすぐに焦げちゃいます。この2段目ウインナー結構良かったですね。まるでフライパンが2つあるようなそんな感じで調理できました。それではいただきます。ごちそうさまでした。なんかアイロンストーブで炙ると風味が違うんですよね。本当にキャンプしているような気分になりました。で、ここでウインナー焼いてみたんですけど、しっかり焦げ目もついて焼けましたんで、これ焼肉もいけそうですね。アルミホイル敷いとけば下に油が落ちて煙が出る心配もありません。2個追加するときに毎回アルミホイル変えるだけなんで、洗い物もなくいけそうですね。どこかのタイミングで試してみます。じゃあパン粉だけゴミ箱入れて、また食洗機のお世話になります。この木の使った鍋なんですけど、たくさん入れすぎたせいかちょっとなんか汚れみたいなのが残ってますんで、もう一回洗います。このコーヒーメーカーのパーツ、これも一緒に洗っておきます。食洗機の洗剤なんですけど、いつもこういったジェルタイプ使っていたんですけど、この粉タイプの食洗機専用の洗剤、こちらがですね、界面活性剤というのが少ないみたいなんで、ろ過掃除にすごいいいみたいです。ここに書いてますね。この界面活性剤が 2% です。このろ過装置で汚水をきれいな水にろ過するときに、こちらの界面活性剤が少ない方がこの機械に優しいようです。この食洗機以外にもシャンプーやボディーソープなど界面活性剤が少ないタイプに変えていってもいいかもしれません。はい、残量なんですけど、まだちょっと残ってますね。
こんだけ湿ってますんで、だいたい4分の1ぐらいですね、残ってる感じです。だいたい昨日の夜と合わせて9時間ぐらい使用しました。万が一漏れてもいけるようにビニールで下を覆っておきます。食洗機がもう乾燥に変わりましたね。やっぱりスピードモードは速いですね。生活用水タンクのお水が20リッターですね。そろそろやばくなってきたんで、ろ過装置で水復活させます。はい、スイッチオン。これでまたお水増えますんで、今日の夜もお水たくさん使えます。ここから北上して上越市の方行こうかなと思ったんですけど、もうちょっと糸魚川市堪能したいですね。何か近く温泉とか探してみます。近くに糸魚川温泉翡翠の湯というのがあるんで、ここ入ってから北上します。さっき拾ったこの石なんですけど、ちょっと緑なんですよね。翡翠かどうか調べてみます。この石は翡翠でしょうか。出ました。この石は結論から言うと翡翠の可能性は低いです。ただし完全否定ではなく、似ている部分も少しあるが特徴が弱いということです。残念ながら翡翠ではないようです。それは簡単には見つからないですよね。一攫千金の夢がついえました。今回このアイロンストーブですね、ダブルタイプのやつ、初めてこの自作のテーブルで使ってみて思ったんですけど、暖房機能としてかなり優秀ですね。ただ上の方に熱気が溜まってしまうんで、次はサーキュレーターとかで下に向けてサーキュレーター回しておけばかなり部屋が暖かくなるんで、キャブコンとの相性はかなりいいです。でやっぱり火なんで、こういった消火スプレーですね、この辺は必須になってきます。やっぱり車内で火を扱うんでちょっと緊張しますが、比較的安全に車内で火を楽しめる機会としてはありなので、冬場は積極的に楽しみたいと思います。そういえばろ過装置に頑張ってもらっている間に温泉行ってきます。翡翠温泉気持ちよかったです。今なんですけど、新潟県糸魚川市です。ここからさらに北上し上越市に行きます。その後山の方南魚沼に行きます。強めの寒波が来ているようなので、山で大雪になったら怖いですね。このチェーンの出番がないことを祈ります。今日は雨風が強いです。高速道路上越インターチェンジ降りてすぐの産地直送のスーパーに来ました。ここから山道入りますんで食材買っておきます。もう傘ちっちゃくなっちゃいました。地元の食材で美味しいもん食べたいですね。椎茸大きい。ホタテ殻付きで3つで500円です。すいません、お好みたい焼き1つください。いや、びしょびしょになりました。でもいい食材たくさん買いました。お店の前でですね、なんとお好みたい焼きというのが売ってました。これは大阪出身のものとしては見逃せません。どんな味するんでしょうか。中にキャベツたっぷりで天かす、紅生姜、ソースの味がして、これはもうお好み焼きですね。ただ最後ほんのりたい焼きの甘さが残る、ご飯のようなおやつのようなたい焼きで美味しいです。
ごちそうさまでした。相変わらず雨は強いです。で、風がですね、結構突風みたいな感じで吹きますんで、車がゆらっと揺れます。さあ、今から山道です。今回初めて通る道なんで、慎重に走行します。そして暗くなる前にどこかで車中泊します。南魚沼市の南にある南魚沼郡湯沢まで来ました。温泉街ですね。今回は冬の湯沢を車中泊で楽しみたいと思います。ただ車中泊スポット少ないので回って開拓してみます。今地元のスーパーで追加の食材買ってきました。この魚沼産のコシヒカリお米ですね。これを追加で買いました。今現在雨はマシになってきて小雨になっています。現在の気温は5度ですね。風は結構冷たいんで手袋してないと手がかじかんできます。夜は氷点下入りますんで雪に変わると思います。暗くなる前に着いてよかったです。まずはですね、この辺ちょっとぐるっと回って車中泊スポットを探してみます。あ、ここの公園良さそうですね。ちょっと一回寄ってみます。はい、少し町から離れた誰もいない公園に来ました。駐車場のすぐ後ろが公園になっていて、で後ろに川が流れています。もう見えてる山には熊がいてもおかしくない状況なんで、道路すぐ近くの場所にしました。道路の街灯はずっとつけっぱなしだと思いますんで、真っ暗にはならないと思います。外出るときは熊スプレー所持しておきます。この目の前の芝生の公園なんですけど、雪積もったらめっちゃ綺麗そうですね。近くのホテルはすごいゴージャスですね。なんかカラフルです。バブルの名残でしょうか。駐車場内に自販機があってトイレあるんですけど、こんな感じで木で覆われてます。これは使用禁止なんでしょうか。あ、書いてますね。使用不可って書いてます。今日はキャンピングカーのトイレ使います。でもう一個ここに施設があります。ここも入れなくなってます。これは何なんでしょうか。足湯って書いてます。さすが温泉の湯沢ですね。ただここも入れなくなっています。やっぱり完全自立型のキャンピングカーは強いですね。そういや、このクマスプレー自分まだ使ったことないんですよね。一応使い方おさらいしておきます。いざという時使えなかったら意味ないですもんね。ここの上の安全ピンを外します。あ、これでも押せる状態ですね。これで出ると思います。ではカーテンしてシェードして目隠ししておきます。
車内かなりあったかくなってきました。今スマホでこの越後湯沢駅周辺の日帰り温泉調べていたら結構な数ありました。明日が楽しみです。今日は後でこのマルチルームのミストサウナだけ浴びます。この加湿器周辺なんですけど、前はこの辺びちょびちょ濡れてたんですけど、この F ビータの前に置くことによって全く濡れてません。これ成功ですね。ただちょっとこの場所邪魔なんですよね。こっち側に寄せておきます。ここも風当たってます。そしてなんと湿度が上がっています。最初 59% だったんですけど 65% に上がりました。これ大成功ですね。FF ヒーターかなりあったかくて、燃料は軽油なんで一晩で1リッターか2リッターぐらいとかなりコストも安いんですが、乾燥するのが辛くて加湿器を導入したんですけど、びちゃびちゃになって困っていたんですけど、これなら FF ヒーターあったかくて乾燥もしない、床もびちゃびちゃにならないと理想の空間ができました。今日はこれでしばらく運用してみます。今日は新しいおもちゃ持ってきてます。ここに IH ヒーター埋め込んで、耐熱マット今引いています。でこの上にですね、このいろりっぽい固形燃料を使用する五徳を持ってきました。すごい和の感じがしていいですよね。こんな感じで網焼きしたり鍋のしたりしてユーザーの夜を楽しみます。試しでこのすごい大きい椎茸とホタテ焼いてみます。大きいですね。これ椎茸の軸っていうんですかね。もう松茸のように太いです。で固形燃料は取説見ると直接この火で具材を焼いたりするのはダメみたいなんで、このアルミホイル敷いて焼きます。こういったホタテなどの貝系は大丈夫ですね。火はこの貝殻を熱するだけなんで食材には炎がいきません。なんかすぐ飽きましたね。もうちょっと反対ひっくり返してじっくり焼きます。まだ雪積もってないんでマックスファン回して換気しておきます。はい、美味しそうに全部出来上がりました。大きいですね。いただきます。いやー美味しかったです。これ晩ご飯のつもりじゃなくて軽く食べただけなんですけど結構な量ありました。こちらの余った椎茸は後で鍋しますんでその時に入れます。でこの網なんですけど白くなっていてここ火通しませんでした。で遠赤外線のような感じでまんべんなく温まっている感じでした。なのでもうアルミホイル敷かずに椎茸そのまま焼きました。
この鍋ならそんなに大きくないんで、後で一人鍋するにはちょうど食べきれるサイズだと思います。さあ、この貝なんですけど、魚屋さんでもらったこの厳重な袋、30になってますんで、この中入れて捨てます。海鮮系は汁とかもう車内に漏れると結構匂い残りますんで、慎重に扱います。それではミスターサウナの準備します。はい、ガスありますね。はい、温水ボイラースイッチ入りました。ガスで温められます。お湯を作ってる間にマルチルームシャワーのセッティングしていきます。はい、ここに FF ヒーターの送風口、温風が出る送風口があります。で、これ開けていましたんで、もうマルチルームの中はあったかいです。今日はケロリンのバスマット使用します。シャンプーはせずに体だけミストサウナ浴びました。はい、床とか濡れてるんですけど、もうこのまま FF ヒーター出しっぱなしにして閉めて乾かします。今回使用したお水は約9リッターですね。ちょっとグルメのテレビアニメ見てたらお腹空いてきたんで、ここで一人鍋作りながら見ます。いただきます。あ、すごくいい出汁出ています。魚の旨味、野菜の旨味、やっぱり醤油みりん出汁の鍋は間違いないですね。身がプリップリです。タラってなんでこんなに鍋に入れたら美味しいんですかね。
うわ、すごい吹雪で車が揺れてます。横殴りの雪で窓に雪がべったり張り付いています。一旦片付けて外の様子ちょっと見てみます。今回このだしでですね、明日朝ごはん炊きたかったんで鶏箸使ってました。なんでこのまま冷蔵庫入れておきます。今日は結構細々した洗い物が多いです。はい、無事全部入りました。明日のお米が楽しみです。いや、前の方からすごい冷気が来ています。ここを境目に運転席はもうすごい冷たいです。アプリで天気予報を確認したら現在大雪注意報が出ています。現在の気温がマイナス4度で朝方マイナス6度まで下がるようです。車内も朝方はかなり気温が下がりそうです。去年お水の凍結はしなかったんで今年も大丈夫だと思うんですけど、ちょっと心配ですね。外どんな感じなんでしょうか。着替えて外出てみます。年には年をということで、この丈の長いスノーブーツ履いていきます。さあ、そして忘れちゃいけないクマスプレー持っていっておきます。めっちゃ降ってる。ちょっと声出しておきましょうか。はははははは。うわ、なんじゃこの世界。吹雪です。吹雪でこれライトつけてても全然先が見えません。これ光消すと真っ暗で何も見えません。すごいなこれ。明日めっちゃ積もりそうですね。ミラーももう雪で覆いかぶさってます。これもすごいですね。こっちが街灯ある方明るいんですけど、すごい横風です。さっき強風でもう吹き飛ばされるんちゃうかったぐらい風が強かったです。これもし車を運転していたと思うとゾッとしますね。いや、今日の雪はね、かなり危険な雪ですね。もう粉のようにブワーって舞って何も見えないんですよね。本当に家近くであってもそうなりそうな、そんな怖さを感じる雪でした。やっぱり日本海側や北陸の雪っていうのは横殴りの雪になるんですよね。特に夜です。風が強くなって雪が降ってる時はもう一歩も動かない方がいいですね。
明日の朝はどんな景色でしょうか。雪景色見ながら南魚沼産のお米食べるの楽しみすぎます。あとは湯沢温泉ですね。朝食食べた後に入りに行きます。約10カ所あるらしいんで、万が一行ったところが閉まっていても違うお店は開いてると思います。電気毛布は宙にしています。もうすでに中はかなりあったかいです。おはようございます。真っ白ですね。この窓に張り付いた氷、雪が風の強さを物語っています。結構ね、夜中揺れました。風でこの辺あたり遮るもの何もないんで、風が直で当たるんですよね。なんでイラって揺れました。現在車内 2.5 度ですね。さすがに断熱のあるキャブコンでも外気温がマイナス6度まで下がると結構車内は冷えちゃいますね。ただ布団の中はこの電気毛布のおかげですごいあったかかったです。今もぬくぬくです。じゃあ起きて着替えますんで、エアヒーターで車内温めます。はい、まだ周辺大雪注意報は出ていますね。でこの湯沢周辺の高速道路や日本海側、北陸全部も冬タイヤ規制になっています。一回外の様子見てみます。おお、うわ真っ白やな。これちょっと雪かきした方がいいかもしれないですね。では一旦着替えて外出てみます。その前にお米だけ洗って昨日のだしに浸しておきます。あ、かなり冷たい。昨日のだしに入れて、で椎茸も余ったんでこれももう入れときます。でこれでしばらくだし吸ってもらいます。あ、マルチルーム乾いてますね。床やカーテンも完全に乾いています。でこれ縛ってトイレで使えるようにしておきます。長めのスノーブーツ履いておきます。かなり積もりましたね。どうでしょうか。30センチぐらい積もってそうです。昨日全く雪がなかった公園駐車場ですが、もう一面雪で埋まっています。ここ除雪来ないんで、初日の雪だったんで大丈夫ですけど、積もってきて2回目の雪とかだったら出れないですね。やっぱり冬ですね。知らない場所での車中がこういった融雪装置のある道路沿いが絶対いいですね。そしたらもし積もってもすぐ出れますんで、これが山の中で除雪の来ない場所だと思うともうゾッとしますよね。ちょっとトイレが行ってみます。自販機も雪かぶっています。これ使えるんですかね。
いやしかしすごい綺麗な街並みですね。一晩で一気に風変わりしました。平地でこんなに積もったんで、山の方はもっと積もってそうです。汁に雪や氷がびっしりまとわりついてます。こっちから結構吹雪吹いてました。昨日の夜は屋根の雪軽く落としといた方がいいですね。このバンクがあるんでワイパーは上げなかったんですけど、ここに結構雪積もっちゃいました。で雪が結構重たいですね。でこれまだ夏用のワイパーなんで冬用に変えてきます。今日も雪降りますんで。あ、フロントウィンドウ内側は結露でびっしょりですね。はい、じゃあ夏用ワイパーを外します。ここを押してでワイパーを下に下げます。これが冬用ですね。こんな感じでゴムで覆われています。でこっちが夏用です。はい、じゃああとはもうはめて完了です。はい、 OK ですね。はい、夏用ワイパーさんお疲れ様でした。これで装着完了です。じゃああと雪落としで落とせる分だけ屋根の雪落としておきます。OK。屋根は大丈夫そうですね。ちょっと軽くだけ磨きます。よいしょ。ぼちぼち積もってますね。ちょっと落とせる分だけ落としておきます。ここはテレビアンテナですね。これ衛星放送テレビついてますんで、それのチューナーです。でここにねマルチルームの換気口あるんですけど、これは熱で溶けて蓋開くんですけど、奥の方ですね、ちょうど真ん中盛り上がってるところはマックスファーなんですけど、もう完全に開かないようになっています。雪で開きません。でこっちがこれソーラーあるんですけど、もう全然見えてません。やっぱ冬はソーラー全然発電しないですね。これだったら。これがマルチルームの換気口です。ここはもう完全に溶けてますね。危険じゃない範囲で下ろしときます。雪を。はい、じゃあ降ります。この薄めのスマホを使える手袋だったらかなり指先痛くなってきたんで、分厚い手袋に変えます。であとスコップも持ってきました。バンクの雪が全部落ちてきて、ここのフロント、このバンパーの前らへんに全部落ちます。でこれがですね、去年もそのまま走ってたんで結構ぶつかって、このバンパーが曲がって中に入ってました。で今年はもうちょっとちゃんと取っておきます。やっぱ重たいですね、雪質が。はい、これでフロントバンパーより下の雪になったんで大丈夫だと思います。ちょっとこっち側がね帰り道心配ですけど、まあ大丈夫かなと思います。さあそして最後に大事なもの忘れてました。ちょっとソリしたいなと思ってこれ持ってきました。でちょうどですね、ここいい感じに傾斜になってます。ちょっとやってみますね。うまくいくでしょうか。じゃあお尻セットして、はい、じゃあ行きます。よっこ
こいしょ。あかん、全然滑らへん。全然滑らないですね。ちょっとこっちの方が傾斜きつそうなんでこっち行ってみます。さあどうでしょうか。おー、滑ったけど雪が押されて止まってしまいました。あかんかったか。もう一回だけ最後チャレンジします。新雪なんでかなり深くまで行っちゃうんですよね。なんで雪が押さえてストップしました。さあちょっとさらに傾斜きついとこ来ました。どうでしょうか。おっさんの夢と希望をそれに乗せて滑っています。せーの。おー、やっぱ止まりますね。ちょっとこれは無理ですね。この足首のバンドのおかげで全く雪が靴の中に入ってません。ちょっとダサいんですけど、かなり雪遊びするときは効果が高いです。いい匂いしてきました。お腹が空きました。でもまだしばらく時間かかりますんで、ご飯に合うおかず用意しておきます。冷凍の干物、昨日上越市で買っていました。美味しそうですね。でこちらをフライパンで今から焼きます。豪華な朝食になりました。雪景色見ながら堪能します。いただきます。ちょうどいい焼き加減です。お米の本来の甘さ、それに昨日の鍋のだしスープがほんのり味わえて、おかずなしそのままでも全然美味しいです。じゃあ次、アジの干物いってみます。外はこんがり、中はふっくらです。少し塩振ってますんで、これおかずとしても優秀ですね。ごちそうさまでした。冷凍の干物初めてフライパンで焼いてみたんですけど、すごい美味しいですね。こんな感じで冷凍室のあるキャンピングカーにはすごい向いてる料理だなと思いました。お魚焼くとキャンピングカー内が結構匂いするんですけど、アルミホイル1枚上にかぶせとくだけであまり匂いしませんでした。冷凍干物はキャンピングカー向きの食材ですね。このアルミ鍋も食洗機で洗います。ご飯炊いたんで結構ご飯がこびりついてます。これ洗っても汚れ落ちにくいんですよね。表面のお米だけ取って一回もうこのまま食洗機突っ込んでみます。落ちてくれるんでしょうか。洗剤いつもよりちょっと多めにしておきます。では洗い物は食洗機さんに任してお待ちかねの湯沢温泉行ってきます。この
いろりなんですけど、もうこのままここ置いておきます。多分動いてもいけると思います。このソリは今回うまくいかなかったんで、次のポイントでまた試します。あ、ラッキーですね。ご飯食べてる間に結露がなくなりました。エンジンはかかるでしょうか。一発で問題なくかかりました。それではこの公園の駐車場の雪の上走行していきます。はい、問題なく行けました。ほっとしました。いやー、昨日走った街とは思えないぐらい一面銀世界ですごい幻想的です。綺麗な街ですね。で、駅前の方にですね、温泉たくさんあります。ただちょっと駐車場が見たら狭そうだったんで、ちょっと離れた山川の方の温泉に行きます。もうここから3分ぐらいです。もう道路上には雪はありません。除雪車が朝早くから動いていたようです。本当にありがたいですね。あ、ここですね。岩の湯。すごい雰囲気のいい温泉ですね。目の前には高い山がそびえ立っています。川も流れていて、この音癒されます。駐車場は消雪パイプ、この融雪装置ですね、ありますんで、雪が全部溶けています。この北陸や新潟ではよくこの装置があります。というのも地下水がですね、すごい豊富で、地下水はあったかいんですよね。氷点下になって凍りません。なので、こういった装置が有効になります。北海道では見ないんですけどね。北海道だったらもう出た瞬間に凍ってツルツルになっちゃうんでしょうね。これはもう北陸や日本海側だけの有効な装置です。お風呂セット持っていきます。あ、もう食洗機終わって乾燥になっています。これ汚れ取れてるんですかね。汚れどうでしょうか。鍋のちょっとだけ残ってますね。なんか乾燥してパリパリになってる部分が残っています。他のとこは綺麗に取れています。ちょっと追加でこれだけもう一回洗っておきます。次はいつものこのスピード洗浄ではなくて通常洗浄、こちらでいきます。何回も食洗機していたらお水残量が25リッターぐらいになっちゃいました。で、温泉行ってる間にろ過装置使ってお水をきれいにしてまた満タンに戻しておきます。はい、これで汚水タンクのお水がこの中でろ過されてきれいなお水になります。この温泉施設の屋根、すごい綺麗に雪をしてますね。落ちた雪がこんな感じで山積みになっています。屋根にね、全然雪が残ってないんで、もしかして屋根に融雪装置、なんか温まるセンサーみたいなのがあるかもしれません。はい、じゃあ温まってきます。体温まりました。露天風呂はなしで宇宙一つだけ40度ぐらいのお湯でした。宇宙にすごい大きな窓があったんで、雪山も堪能できました。食洗機もう終わってますね。どうでしょうか。だいたいいけますね。綺麗になっています。お水も25リッターから現在35リッターなんで10リッター増えました。まだ増えます。いや、湯沢の車中泊すごい良かったです。いい場所ですね。また遊びに行きたいです。ただちょっとびっくりしたのが柿ですね。果物の木が家の庭とかに置いてある家が何軒かありました。こんなに熊が出没する地域でも住宅街などにあったので結構びっくりしました。熊の危機感は各家庭で結構差があるんだなと体感しましたというか、現地の状況を知ることができました。今回の車中泊での収穫はこの加湿器ですね。
FF ヒーターの送風口の近くに置けば床べちゃべちゃにならないし、湿度も綺麗に上がってくれます。これは良かったです。で、モバイルバッテリー内蔵の加湿器ももう一個ありますんで、明日以降はそちらも使ってみます。で、このいろりですね。固形燃料で今回料理楽しみました。かなり雰囲気良くて、雪を見ながらゆっくり時間を堪能できました。ただやっぱり火力はすごい弱いなと思いました。料理するのは時間かかります。で、こっちのアイロンストーブですね。前の日に使ったんですけど、こっちの方が火力ありました。本当にゆったり楽しむという感じですね。で、今回この冬の車中生活ですね。何日かしてみて、一番感じたのが、このリアベッドですね。こちら取っ払って、このセカンドシートで寝るようにしていたんですけど、冬になっていろいろ分かりました。まずですね、一番大きいのは、冬になると、敷布団と、電気毛布、毛布、上の掛け布団なんで、結構ね、めんどくさいですよね、セッティングが。これは夏気づきませんでした。夏だったらもう本当に簡単にこれピャって広げてシーツと薄い掛け布団だけだったんで、すぐ終わるんですよね、セッティング。で、次もう一個はこっからの冷気ですね。冬場すごい冷気が来ていました。夏はそんなに気づかなかったんですけど、やっぱ普通の車は隙間空いてますんで、外の風が結構入ってくるんですよね。こっち側は断熱ボディなんで、この温度差をすごい感じました。いやー、これが最終形だと思って使っていたんですけど、まだまだ改良の余地がありそうです。で、今思ったのはですね、このリアベッド、2段ベッドだったんですけど、これ取っ払ったんですけど、この下のところはもうこういったトイレの収納とか置いてますんで、もう使えません。で、食洗機をですね、あともうちょっと下げることができれば、ここの上の2段ベッドの上段は使えます。この食洗機を上に上げている理由としては、この排水ですね。これがシンクに流していますんで、このシンクのホースより高くないといけません。なので上に上げてますが、もう直接ですね、このシンクじゃなくて、中の排水ホースにこれを突っ込むことができれば下げることができます。そうすれば食洗機とかこのトイレ収納を置いたままで2段ベッド上段は使えます。そのパターンでいくか、このバンクベッドですね。これをすぐベッド展開できるように改造するかですね。で、そうなるとこのテレビ今置いてるんですけど、これも抜けないといけません。どっか違う場所にしないといけません。もうちょっとテレビを小型化にして、もともとあったここのフックですね。ここにアームありますんで、テレビをつけるか、もしくはこのスペース空いてますんで、こことかですね、なんかつけても面白そうです。まだこの冬の車中生活続きますんで、どれが一番使いやすいか考えながらキャンピングカーを使い、ガレージに戻った時にまた改良の DIY したいと思います。それでは再出発します。ご確認いただけます。400ポイントゲットのチャンスです。ルース付きの12こうやってブラッシュアップしていくのめちゃくちゃ楽しいです。これで包丁やキッチンバサミなどすごく取りやすくなりました。前はこの上の棚にあったんですごい見えにくくて取りにくかったんですよね。しかし昨夜の強風での雪は怖かったです。すごく綺麗な雪景色ですが、今年の天気は異常な感じもします。今からさらへ北に向かいます。どうなるんでしょうか。雪はさらに増すのか、嵐は起きるのか、予想がつきません。危ない状態になったら進まず避難車中泊します。ホームセンターの隣がスーパーだったんで、お水も補充しておきました。今回ホームセンター寄ったのはこのちっちゃいコンベックス、こちらを買いたくて寄りました。というのもですね、こういったレベラー使って車体の水平を維持するときに運転席から後輪が全く見えないんですよね。なので移動する分をこんな感じでメジャーを置いて、ここで確認しながらレベラーにタイヤを乗せたいと思います。あとスコップなんですけど、持ってきていたアルミのスコップに比べて
1階の汚れが大きいんですよね。なんで楽に雪かきができると思います。で、先端はアルミなんで硬い雪にも強いと思います。しかもこれ絵が伸びるんですよね。なので力も入れやすいです。やっぱりこういったものはネットではなくて現地のホームセンターの方がいいものを売ってますね。途中いろいろ観光しながら道の駅来たら綺麗な夕日になってきました。道の駅周辺は高い山に囲まれています。雪山が赤く染まってきてすごい綺麗です。道の駅すぐ横は遊具施設もあって雪遊びできそうですね。水分を多く含んだ雪なんでもうシャーベット状のように凍ってます。あそこ少し出っ張ってますんでソリとかするのにちょうど良さそうです。これマップなんですけど、昨日は湯沢にいました。で今ここいるんですけど、こんな感じでスキー場が1、2、3、4、5ちょっと離れて6、こんなにもスキー場が密集しています。山と山の間らへんなんですけど平野部が多いんですごい開けていって景色のいい街です。では食材見てきます。あ、いただきます。ごちそうさまでした。この蜂蜜開けるときに蓋が入ってたんで外して、でこれちゃんと閉めるの忘れてました。青ですね。結構フライパンについちゃいました。このまま汚水タンクの中にあまり入れたくないんですよね。後でまた水なくなった時にろ過装置で汚水タンクをきれいにして再利用します。この程度の汚れならろ過装置もきれいにしてくれると思うんですけど、一応キッチンペーパーで拭いて食洗機に突っ込みます。かなり暗くなってきました。この辺すごいいいとこなんで今日ここの道の駅で車中泊しようかなと思ったんですけど、もうちょっと北の方に進んだら魚沼市があります。一旦そこまで行って公園かどこか探して車中泊します。知らない場所の山道は結構怖いので山の手前の公園探します。で今日はもうこのトイレまた使えますんでどこでも車中泊可能です。では進んでる間に食洗機くんにも頑張ってもらいます。ここの道の駅はかなり良さそうなんでまた今度遊びに行きたいと思います。はい、魚沼市にあるすごい広い公園の駐車場に来ました。何台ぐらい止められるんでしょうか。ざっと2、300台は行きそうですね。ここなんか24時間空いていて結構明るいんで安心して車中泊できそうな感じはします。ですぐそこはもう高速道路なんで結構明るいですね。でつい先から雨が降り出してきました。今んとこまだ雨なんですけどこれは夜になったら雪に変わりそうな雨です。明るめだしなんか人もある程度歩いてますんで熊があんまり出そうな感じはしない公園なんで比較的安全そうな気がします。ただですね、
なんかここまで来たらもっと冒険したい気持ちが強くなってきました。最初はちょっと怖さもあったんですけど、もうちょっと北の方に行って山の方に行ってみます。実は去年ですね、行った道の駅があるんですけど、そこはかなり雪深くて気温も低い感じです。ただ熊の生息地です。危険も伴いますが、ここまで来たら行ってみたいです。そこの道の駅は本当にもう人がいなくて、冬は人を寄せ付けないような道の駅です。山の方に登っていくんですけど、そこの道の駅より先の方はもう冬季通行止めになるような、そんなとこです。さあ、ここなんですけど、車1台いますね。ちょっとホッとします。この駐車場の木になんと熊出没注意って書いてます。そらここいるでしょうね。結構ね、風が増してきて、で時折突風が来るんで、ここ結構風が強い道の駅なんですよね。なんでゆらっと揺れます。これ以上強くならなかったらいいんですけどね。そして最悪なことが起きました。この一番リアのスペースなんですけど、なんとここから水が漏れてました。すごいショックです。今ちょっとティッシュで拭いて応急処置で、ティッシュ詰めてるんですけど、もうこんな感じでびちょびちょです。すごい水が滴るぐらいここから水が出ています。これ原因何なんでしょうか。この隙間から水が出てるんですよね。中の結露なんか、もしくはコーキング外切れていて中に水が入っているのか。ちょっとこれ黒くなってるのはもうカビなんで、前から漏れていたっぽいです。とりあえずですね、今もどうしようもないんで、ここにタオル詰めて応急処置しておきます。もうこれ以上車内に水が入ってこないようにしておきます。中古キャンピングカーの宿命ですね。もうこの車14年前の車なんで、しょうがないといえばしょうがないんですけど、やっぱり大事に乗っていたんでショックです。このリアスペースの床なんですけど、クロスの下は普通の木なんですよね。なんで水が染み込むと腐ってしまって床が抜けたりします。早めに直さないとダメですね。今すごい横殴りの雨がこのキャンピングカーに当たっています。なんで結露で濡れてるんじゃなくて、雨が漏れてるっぽい感じがします。ちょっとテンション下がっちゃったんで、アイロンストーブでもつけて癒されたいと思います。
ただきます。いや、いいですね。癒されます。やっぱり本物の炎は違いますね。手間とコストはかかるけど、冬の車中泊の楽しみの一つです。FF ヒーター切ってもう1時間ぐらい経ったんですけど、今車内の温度は 18.9 度とかなりあったかいです。外の温度は 3.9 度でした。これやっぱりサーキュレーターいいですね。下に熱が降りるんで、車内全体を温めることができます。で、今しかもこのカーテン、運転席とこの後ろの仕切りのカーテンしていません。なので閉めたらもっとあったかくなりそうな気がします。やっぱりダブルは火力が違いますね。あったかいし、で料理の時も火力高いんで、焼き物など様々な料理できます。なんかこのアイロンストーブって好きなんですよね。このアンティークな感じも好きだし、本物の炎っていうのも好きです。いろんな種類あるんで、またいいのあったら購入してキャンピングカーで試したいです。今日はここでこのアイロンストーブでキャンプ飯作ろうと思います。で、外の雨なんですけど、相変わらず降ってますが、だんだん音がですね、ちょっと固めの音になってきて、この車に当たる音なんですけど、みぞれっぽくなってきています。で、今現在のここの天気見たら、大雪注意報と雷注意報、着雪注意報が出ています。もうちょっとしたらぐっと温度が下がって氷点下に入りますんで、もう確実にこれ雪になります。さあ、それでは時間も遅くなってきて、お腹も空いたんで、晩ご飯いただきます。今日はこのちっちゃいマルチドグリル、このアイロンストーブの上に置いてキャンプ飯作ってみます。この地元の南魚沼のもやしとニンニクで、卵もこの地元の卵です。で、これにお肉を加えて作ってみます。このマルチドグリルがちょっと小さくてこぼれちゃったんですけど、美味しそうにできました。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、本当にキャンプしてるような気分ですごい美味しかったです。野生動物誘引する可能性ありますんで、マックスファンはもう早めに閉じておきました。このマルチドグリル少し焦げちゃったとこありますんで、お水加えて汚れ取っておきます。はい、結構汚れ取れましたね。
このマルチドグリルも結構ちっちゃいんで食洗機に入ります。そんなに汚れてないんで洗剤このぐらいにしておきます。食洗機に入れるお水はぬるめのお湯にしておいて、で消費電力を抑えておきます。そういえばリアの水漏れどうなったでしょうか。見てみます。さあ、やっぱ結構濡れてますね。濡れてます。いやー、ショックやな。このゴムのところはもう結露でびっしょりですね。ここは普通に結露で濡れています。ちょっとどうなってるんでしょうか。明日外行って見てみます。さあ、外はどんな感じでしょうか。もう雪降ってますかね。でも今ここ開けたら、もしそこ雲荒れてたら完全にやられますね。熊スプレーあるといえどもやっぱり怖いですね。これ車やからまだ折れるんですけど、キャンプだったらもう自分は絶対無理ですね。ちょっと運転席の窓少し開けて様子見てみます。さあ、どうでしょうか。ちょっと今窓開けていて、でライト照らしてるんでうっすら明るいんですけど、本来は真っ暗です。ちょっと窓開けてみますね。かなり降ってますね。この道の駅はもうやっぱり誰もいません。巻いてないですよね。ちょっとライトつけてみます。結構降ってますね。これはかなり積もりそうです。これは山の中で、強風とか吹いたら結構視界が悪くなりそうなぐらいの量の雪が降っています。ちょっと風が強くなってきましたね。ここの道の駅ね、すごい風がきついんですよね。もう横殴りの雪です。ちょっと閉めて中で温まります。ここね、バンクベッドの窓なんですけど、見てください。ポールがですね、バンクベッドの高さと一緒ぐらい、ちょっと高いぐらい高さあります。ここまで雪が積もる可能性があるんですかね。すごいところです。ちょっと肌寒くなってきました。現在の車内の温度は 16.8 度で、外気温はちょうど氷点下0度になりました。乾燥もしなくてじんわりあったかいんで結構使えますね。ただこれ以上寒くなってくると、もうちょっと上着を着込みたいかなという感じになってきました。一旦車内エアヒーターつけてしっかり温めます。今からテレビ見てネット見てゆっくりしようかなと思ってたんですけど、ここ電波がほとんどつながりません。なので見れません。ではもう一旦ベッド展開してパジャマに着替えて歯磨きしてゆっくり過ごします。
かふかですごい気持ちいいです。でこの下も二重にしてるんで、もうかなり柔らかいです。この揺らぐ炎を見ていたらすごい熟睡できそうです。なんかもう眠くなってきました。あ、やっぱり忘れてました。ちょっとまだ開けてました。閉めておきます。ここの道の駅に到着した時は雰囲気が独特でちょっと怖かったんで、もう帰ろうかなと思ったんですけど、今は全然怖くないです。やっぱりキャンピングカーってすごいですね。外はどんな場所であっても中は安心快適です。またこのギャップがいいですよね。極寒の雪の中、あったかい飲み物飲んでゆっくり過ごす贅沢な遊びだと思います。さあ、忘れないうちに火消しときます。はい、しっかり火が消えたのを確認しました。意外と火が消えにくいんで、もう最後フーって吹いちゃいました。これで完全に消えています。お、結構まだ雪降っています。風もありますね。ここの池すごい神秘的ですよね。周りは白く覆われていて綺麗なんですけど、人を寄せ付けない、そんな感じがします。結構車も吹いていました。安心します。結構硬いですね。湿った雪です。スノーワイパーのおかげで凍っていません。外は結構温度下がっていたんで、もうこれ凍っています。施設の方ちょっと見てみます。トイレもすごい綺麗でした。この雲すごい大きい雲いてるんですけどね、もうこのまま凍って死んでます。あ、ここにも書いていますね。熊出没注意。最近この付近で熊目撃されました。あ、ここにも書いてますね。この家周辺でも注意が必要ですと書いてます。お店今日営業されるみたいなんで後で来てみます。昨日も来るときほんと怖かったんですけど、やっぱり朝雪景色はすごい綺麗ですよね。熊の怖さもあるんですけど、日が昇ると熊おったら見えるんで、その辺は夜に比べるとまだマシです。秘境好きなおっさんとしてはかなり熊問題は痛いです。キャンプされてる方はどうされてるんでしょうか。車中泊よりもっと深刻な気がします。もう手がかじかんできました。では車内であったかいコーヒーいただきます。
ただきます。エアフヒーターのおかげで車内はかなり暖かくなっています。車内はもう20度です。で、湿度なんですけど、なんと 40% とかなり低いです。この加湿器、そんなに水は減ってないように思います。ちょっと減ったぐらいですね。こっち側の送風口の付近もそうですね、ちょっと減ったぐらいですね。やはりこのタイプはかなり弱いみたいですね。その分エコなんでかなりいいんですが、もっと増やさないといけないかもしれません。車内はもうかなり温まったんで、乾燥の元のエアヒーター1回切ってアイロンストーブのみで運用してみます。ここでお味噌汁作って、昨日道の駅で八海山の酒粕を使用した鮭も買いましたんで、こちらも焼いていきます。で、ご飯なんですけど、もうこちらもお手軽にレトルトの魚の正コシヒカリありましたんで、こちら温めてみます。こんがり焼けましたね。それではいただきます。まずは鮭とですね、ご飯一緒にいただきます。あ、これめちゃくちゃ美味しいです。酒粕が焼くことによって甘みも増して旨みが倍増しています。なんか酒粕のお酒感が完全に飛んで旨みだけ残っているんで、ご飯何本あっても足りませんね。このグリルプレートで焼くとすごい香ばしく焼けますね。表面がカリッとしていて中はふっくら、焦げ付きも少ないです。ごちそうさまでした。酒粕ってこんなに美味しいんですね。車内が 18.1 度とまあまあ温度をキープしてくれてます。で、湿度もさっき 40% だったのが FF ヒーター切ったんで 47% まで上がっています。で、外気温も約1度2度と寒いので、その中でもこんだけ暖かさをキープしてくれるんだったら冬の車中泊の暖房としても優秀ですね。乾燥もしないですし。ただ芯が2本あるアイロンストーブってあんまり売ってないんですよね。これも去年かそのぐらいに買ってもう今は廃盤になってるやつです。かなりアイテムとして面白いんで、趣味性だけではなくてこういった実用性もブラッシュアップした商品出てくれば嬉しいですね。あとはこのパラフィンオイルの値段ですね。結構高いんですよね。これ2リッターで約2000円です。で、1回でだいたい 500ml とか使うんで、他の暖房に比べるとやっぱりコストはかかりますね。それでは片付けていきます。ではまた食洗機くんのお世話になります。さあ、この加湿器なんですけど、どうしましょう。水が結構残ってます。出しておきましょうか。走った時にこぼれたら嫌なんで。ちょっと乾かしておきます。さあ、そして見たくないリアの水漏れ、ちょっとチェックしておきます。どうでしょうか。あれ、そんなに湿って軽く湿ってる感じですね。もしかしてやっぱり雪だったらそんなに湿れないんで、雨ですね。でしかも横殴りの雨だったら結構湿ってたような気がします。ということは毎回水が入ってくるんじゃなくて、雨の状況によるみたいですね。上からは入ってこないっぽい気がします。出発前に軽く見ておきます。
元通りになりました。で今からなんですけどね、この辺結構秘境で面白いんでちょっと回りたいと思います。で近くにですね、只見線というもう知る人ぞ知る豪雪地帯を走る線路があります。でその近くに温泉などもあるようなんで入ってきます。どんな集落なんでしょうか、楽しみです。後ろ見てみます。ちょっと後ろ雪が積もっていていけないんで前出します。うわ、結露でびっしょりです。少しエンジンかけて暖気運転してデフロスターつけてちょっと様子見ます。で取れなかったらもう吹きます。さあエンジンつける瞬間、いつもこれ緊張するんですよね。まずはグローでディーゼルエンジン温めてでいきます。ああ、いけました。この前にですね、積もった分の雪がもう凍っちゃって先からどんどん前に落ちて視界危ないんで落としておきます。で後ろなんですけど、この辺なんですよね、水も出たの。ただ全然分かりません。そんなに隙間がないように見えます。このラインですよね。こっち側がちょっと隙間あるんで見たんですけど、ちゃんとコーキングで埋まっているような感じです。でもここちょっとこのリアのサイドっていうんですかね、コーキングがずっとあって、ここがなんか切れてる感じがしますね。ここに雨が入ってきたんですかね。あとはちょっと怪しいのがここなんですけど、ここがね一番水の漏れていたところの裏なんで、なんかネジあるんで外して見れそうな気もしますが、ちょっと今旅中なんでなんか潰れてしまったら大変なんで、ガレージ帰ってから調べます。道の駅も空いてるようなんでちょっと食材探してきます。かなり綺麗な道の駅です。でこの先ですね、国道252号線は冬季通行止めにより福島県には行くことができません。この先峠越えたら福島県なんですけど、そこの道はもう行けないようです。はい、美味しそうなホットコーヒー売ってました。で現地のお菓子ですね、ウーロンマさんのお米を使ったドーナツも美味しそうだったんで買いました。で店員さんにですね、熊情報を聞いていました。本当にこの辺出ますかって聞いたら、どうやらですね、この池あるじゃないですか、そこの向こうですね、反対側に10頭ほど生息しているそうです。学ぶるですね。でこっち側の道路の方にはそんなに頻繁には出てこないようなんですが、出てくる可能性はありますよね。もちろん今から行こうと思ってる集落はそこの山の裏らへんなんですよね。結構怖くなってきました。山の奥深いところはもちろんなんですけど、その山の入り口らへんの集落でも熊の生息域と隣接しているようなんで、本当に深刻な問題ですね。はい、結露がだいぶマシになってきましたが、まだ結構残ってます。もうこれで拭き取ります。結局これが一番早いんですよね。完璧に取れなくてもある程度取れればすぐに乾きます。ありがとうございました。また来ます。わ、この辺もすごい綺麗な道ですね。この湖の横を走っています。最高です。これが只見線の線路です。
雪見風呂はなんて気持ちいいんでしょうか。中なんですけど、露天風呂内湯一つずつですが、とても綺麗な温泉でした。自分帰る時にメガネなくしてしまって脱衣所で探してたんですよね。そしたら横のおっちゃんが一緒に探してくれました。多分地元の方だと思いますが、すごい親切で人の温かみを感じました。多分この辺の地域の方はそういった方が多いんだと思います。それではここを離れてまた違う場所に行くんですけど、道路に融雪剤、塩化カルシウム結構巻かれていまして、でそれを巻き上げて結構車汚れました。でリアのカメラなんですけど、そこも結構今見えにくくなっています。なので軽くシャーって洗車します。すぐ近く向こうの方に広い駐車場あって、で誰もいてないんで、そこの端っこで軽く洗います。はい、じゃあまずクマいてないのを周辺確認してから大丈夫そうですね。ケルヒャのこのモバイル高圧洗浄機使います。で汁のここですね、ここにコックがあって、ここをひねると清水タンクが排水できます。こんな感じで出ます。でこの水をちょっと利用します。でそしてあとは電源を押してこのレバーをひねると高圧洗浄のお水が出ます。さあちょっとカメラ洗っておきます。でこのタイヤハウスとかタイヤは今回洗わないんですけど、この中もですね塩カルがもうたくさんついています。このリーフスプリングにもすごい白についてますよね。これ塩カルです。こうやって洗うと取れます。であとはこのシャシーとかですね、この辺とかもついてサビの原因になります。下回りのしっかりとした洗浄はいつもガレージに戻ってからやっています。高圧洗浄機で専用の機械ありますんで、それでシャーって洗っています。これをしないとね結構すぐ錆びちゃうんでいつもやってるんですけど、で下回り洗浄はいろんなものを試しました。で今現在ですねいいのは揃えましたんで、ガレージに戻ってから詳しく機材とか紹介したいと思います。で実際の洗浄の仕方もやってみます。それでは次のポイント行く前にですね、今回南魚沼と魚沼市おとついと昨日泊まってみて感じたことなんですけど、ここのカーテンこれいらないかもしれません。というのもですね、やっぱりこの運転席周りからの冷気がすごいんですけど、カーテンじゃやっぱりどうしてもこの辺隙間があるんですよね。で冷気が入ってきます。ぴったり埋めれればいいんですけど、どうしてもカーテンレールなんで隙間はあります。でそこから冷気が入ってきます。もうベストはここに板みたいな感じで閉めるのがベストだなと思いました。無理ならもうカーテンとかでもいいんですけど、完全にもう隙間のないカーテンですね。ここにやるべきだなと思いました。できれば車の分厚い断熱シェードのような厚みのあるカーテンのようなものがいいかなと思いました。で目隠しで使う分にはここにもフロントガラスやサイドウィンドウ用のカーテン今設置してますんで、そちら使えばいいかなと思いました。なのでここはねちょっと中途半端なカーテンだなと思いました。純正のカーテンがあるんですよね。ちょっと柄が何ですかね、レトロな感じはするんですけど、ここにホックで留めます。で反対側もホックで留めます。で結構ピーンって貼ります。で下もある程度こんな感じで隙間なくカーテンができます。でここの上が完全に開いちゃうんで、もうこのバンクベッドをずらして隙間を埋めて、あとはこの布ですよね。前夏の時にクーラー対策でこんな感じでちょっと作ってました。こんな感じでやれば結構隙間はなくなります。冬場の本当に寒いところはこういったカーテンの方が全然いいかなと思いました。ただこのカーテンは薄いんでもうちょっと断熱が欲しいかなと思います。あとセッティングがちょっとねめんどくさいかなというのがありますんで、カーテンのようにシャーってできたらいいんですけどね。今のカーテンでも問題ないといえば問題ないんですけど、今日の朝外気温マイナス3度で、車内が3度だったんで結構外と変わんないぐらい下がっていたんで、キャブコンのメリット断熱性をあまり活かしてなかったなと思いました。なのでここの断熱対策はしっかりしたいなと思います。多分ここしっかり空気が入らないように密閉しておけばフロントガラスやサイドウィンドウの結露もないと思います。で次ここのベッドの問題なんですけど、自分いつも布団と毛布、電気毛布とかで寝ていたんで結構セッティングがめんどくさかったんですよね。夏場だったら薄いシュラフ1枚とかでいいんで簡単だったんですけど、冬場は大変だなと思いました。なのでこのリアベッドを取っていたんですけど、この2段目ですね、
こちら復活させようかなと思ってました。ですが今回この大きいシラフで寝てみて思ったんですけど、そんなに手間じゃないなと思いました。もうこれ下ろして広げて寝るだけなんで、布団よりこっちの方が合ってるなと思いました。狭いマミー型の寝袋なら結構窮屈なんで、このキャブコンで寝るメリットがないなと思ったんですけど、こういった大きいタイプだったら布団に近い感覚で眠れるんでありだなと思いました。でも布団を引きっぱなしでいけるリアベッドも捨てがたいんで、ちょっとこちらもいつか復活させたいと思います。はい、それでは再出発します。いやー、すごかったです。急遽予定変更して旅中断しました。山降りて雪の降っていない海側の新潟県上越市まで戻ってきました。今は高速乗ってすぐの大型パーキングエリアにいます。今深夜の1時半です。このまま高速道路乗って富山県のガレージに帰ります。一度体勢立て直して、キャンピングカーも今回の反省を生かして DIY してリベンジします。まだちょっと元気ありますんで、行けるとこまで行って眠たくなったらパーキングエリアで仮眠しながら富山県へ向かいます。はい、結局パーキングエリア車中泊して朝到着しました。いつも行っている簡単な足回り洗車していきます。実は今この巨大なカーポート、キャンピングカー専用に作っています。前はこのガレージの前作業してるとき天井やれなかったんで、もう雨降ったら作業できませんでした。まだ完全に完成してなくて、こんな感じで塗装とかも終わってないんですけど、かなり大きいこの鉄骨のカーポートを今作っています。この車庫の前ですね、ずらーっとこっち側に来て、でこう L 字になってこっち側も続いています。これで雨の日洗車もできるし、屋根のメンテもできます。もうキャンピングカー用に建てました。こちらの方はまた完成したら別で動画作ろうと思います。それでは足回り洗浄していくんですけど、今までいろんな足回り洗浄を試しました。で自分で DIY して作ったりしました。この散水器ですね、これ水ビャーって入れて足回り洗浄できるんですけど、こういったものとかこういったノズルですね、これを複数組み合わせたりして作ったりしました。これはここに水道ホース突っ込んだらこの3つに分岐されて、もう面積多く洗えるような足回り洗浄です。いろんなものを使ったんですけど、一番これがね良かったんで、去年からもこれをずっと使い続けています。これは高圧洗浄機用の下回り洗浄なんですけど、こんな感じでタイヤがついていて、いくつかノズルがあって、もう面積が広くすぐに洗い終わります。でこんな感じでパイプを延長しています。これに自分はこの高圧洗浄機ケルヒャーをもう5年ぐらいずっと使っています。これを挿して使用する感じになります。ただこのケルヒャーがセッティング結構めんどくさいんですよね。やっぱり水道の蛇口ひねってすぐにジャーって洗浄できるのが理想なんですけど、高圧洗浄機の洗浄力、そして面積、掃除の速さですね、これは足回り洗浄にはかなり有効です。もっと簡単に使えないかなと試行錯誤している時に見つかりました。このケルヒャー専用のこのホースなんですけど、これね結構高くて、これだけで2万円ぐらいするんですけど、もうこれ大体ですね2年ぐらい悩んでもう買いました。するともうすごい楽になりました。ケルヒャー持ってる方ならわかると思うんですけど、この純正のホースちょっともう自分はもう捨てちゃったんですけど、すごく硬くてもうよじれて全然言うこと聞いてくれないんですけど、これホース屋さんというとこからケルヒャー専用のこのホース買ったんですけど、もう全然ねじれなくてこんな感じで柔らかいんですよね。もう取り回しがすごい楽になりました。
で停止をするときもこちらを回すだけです。これにワンタッチカプラーをつけました。でこれも縫製さんで買ったんですけど、ケルヒャー持ってる方ならここがねすごく硬くてイライラすると思うんですけど、すごい簡単になります。ここのジョイントっていうんですかね、プラグを押すだけでこれでもういけます。めっちゃ簡単ですよね。で取るときはこれを後ろに引っ張って簡単に取れます。これがすごい楽になりました。で反対側のこのショットガンですね、こっち側もこれで簡単に接続できます。で外す時もこれで簡単です。でこれここ回りますんで、こんな感じでねじれても引っ張っていくとこう回っていってまっすぐなるんですよね。これでホースのストレスなくすぐにセッティングできるようになりました。あとは水道ホースをケルヒャーに接続して電源つないでショットガンにノズルをつけたら完成です。でまずは足回り洗浄しますんで、このノズルを取り外してこっち側に付け替えます。レバーを握れば出ます。これであとはコロコロしながら車体下を洗浄していきます。で柄がすごい長いんで向こうまで行きます。じゃあ一回やってみます。これ結構楽しいんですよね。いきます。はい、結構ねノズルが長くて面積も広いんですぐに終わります。はい、これでノズルを付け替えて、あとタイヤ周りだけ軽く洗浄しておきます。はい、これで塩化カルシウム使用ですね。車体下についたものだいたい流しました。雪道走行した後はできるだけ洗い流して錆を防ぎ長く乗れるようにしていきます。はい、そしてこのキャンピングカーのリアの水漏れの件なんですけど、大変なことになっていました。このリアのテールランプ、このベニヤ外すと見えました。でここのですね下ら辺がもう完全に濡れていました。ここをこの床めくるともうね、これ分かりますかね、濡れてるんですよね。ここが完全に気が湿っています。でも硬さはねまだあります。でこれが反対側なんですけど、こっち側もこんな感じでもう湿気ています。ちょっと黒くなってますね。カビっぽい感じです。でまずこのテールランプのパッキンですね、ここから水漏れしたんかなと思って見たんですけど、特にこの辺とか水漏れはありません。ただ下はちょっとなんか茶色くなってる部分があるんで、この辺水浸入してたんかなという感じはします。でここはねそんなに柔らかくなってないんで、カビてるとこはもう一旦カッターで切ってみました。この床の上をめくるとこんな感じで、ここもねもう完全に濡れてます。もう触っても湿気てるのが分かります。でこの辺ぐらいから濡れてない感じですね。この辺も完全に濡れています。でこっち側もカットしていました。やっぱ濡れてますよね。この辺濡れていって、でこの辺ぐらいからやっぱりまた濡れてない感じですね。こっち側もめくるとやっぱりこの辺濡れていって、でこの辺ぐらいから濡れてません。なので一番後ろの方は木が全体濡れていって、このぐらいからもう濡れてない感じになります。いやこれはかなりショックですね。ちょっと大事に乗っていたんでショックが大きいです。いろいろネットで調べました。そうするとこのキャブコンって結構あるあるみたいですね。バンテクだけかちょっとわかんないんですけど、もうこれオーナーからしたら本当になしなしですよね。まず乾かすの大事みたいなんで、今日一晩 FF ヒーターつけて、でサーキュレーターなどでこっち側にも風を送って、この辺もう全体的にテールランプもこのベニヤ開けといて乾かします。で下潜ったりして見ていたんですけど、どうやら原因はですね、ここのテールランプ下ここですね、結構隙間があってね、コーキングも切れてる箇所があります。こっから侵入したアップです。横殴りの雨の時とかに侵入する感じになります。
なので今日一晩は中の木乾かして、で明日ちょっと掃除してからここコーキングしておきます。はい、FF ヒーターで一晩乾燥させました。結構乾燥してますね。もう触った感じ全く濡れていないです。ここはちょっとまだ湿っていますね。この辺はもう乾燥しています。はい、このテールランプの下のところもですね、ほとんど乾いています。ただこのめくってないところは濡れてそうな気もしますんで、もうしばらくこの状態で放置しておきます。今からコーキングするんですけど、しばらく乗ってみて、雨の日とかも乗ってみて、また濡れてないかチェックできるようにもこれ剥がしたままでしばらく様子見ます。ホームセンターでいろいろ買ってきました。で、今回はチャット GPT に聞いたら、なんかこの変成シリコンがいいみたいなので、こちらでやっていきます。で、もう一個、さらに耐久性あるやつもあったんですけど、Amazon や楽天などネットでしか買えないようなんで、今日はこれでやっていきます。古いコーキングはこのカッターナイフやヘラで切って、今、シリコンオフしました。こちらですね。で、ここがね、一番侵入経路っぽいんで、塗っていくんですけど、この白いモールのところ、これなんと外れました。で、外れると、ここ、ネジがバーって打ってあって、で、これもね、シーリングされてますんで、この上から塗っていきます。で、この白いモールの上ですね。ここもね、軽くシーリングされていました。で、こっち側がサイドなんですけど、で、この白いモールもずっと前の方まであります。で、せっかくなんでもう、これバーって塗っちゃいます。はい、完成しました。こちら側がリアです。このテールランプとバンパーの間ですね。ここを塗っていきます。で、白いモールの上はこんな感じでマスキングしました。このビスもコーキングしていきます。で、ここぐるっと回って、で、サイドですね。ここもビャーって塗っていきます。じゃあビスはこの白のコーキングで塗っていきます。結構粘り気のあるコーキングです。これで指で鳴らしていきます。はい、じゃあ次はこのライトグレーでここの間打っていきます。で、結構ね奥深いんで多めに打って、こうやって押し込んで中も密着させていきます。大量に打っていきます。もりもりに塗れました。もうかなり奥まで入っています。で、こっち側もはみ出るぐらい塗りました。はい、じゃあヘラで仕上げます。サイドはこんな感じです。で、ここから白いコーキングに変えて、ここのモールの上も塗っていきます。はみ出た分は拭きました。こんな感じになりました。ここの表面以外にこの中ですね、これ下潜ったとこなんですけど、ここのちょっとグレーのコーキング見えると思うんですけど、ここがね木の板なんです。なんでそのちょっと見えにくいんですけど、この木のサイドの方から水が侵入していた可能性が大きいです。木のサイドをヘラで厚みにコーキングしておきました。この施工で良かったんでしょうか。一度バンテック露木さんにこの動画見てもらってアドバイスもらおうと思います。気になるのがこのリアのテールランプなんですけど、よく見るとこの真ん中のとこだけですね、結露してるんですよね。他は大丈夫なんですけど、このライトだけ結露しています。水抜けてくれたらいいんですけどね。一旦これで乾かせて、雨の日中の木濡れてないかチェックしてみます。もしかしたら今回施工した場所ではなくて他の場所の可能性もあります。もうあらゆるところにコーキングされてます。この窓もそうなんですけど、こういったこれサイクルキャリアがあったんですけど、ここも金具コーキングです。この辺とかもちょっと怪しいですよね。やっぱり中古14年前の車なのでコーキング劣化しますね。安く買えた分こういったことが起きます。中古キャンピングカーのリアルですね。とりあえずこれでまだまだ乗れますんで、またこれからもいろんな場所冒険行ってきます。